はようございます。ペイです。今回のキャンピングカー車中泊旅の舞台は私たちが住んでいる兵庫県、その北部地域を1年ぶりに旅をしました。兵庫県北部は豊富なカニの漁獲量の日本海があり、関西屈指の温泉どころ。私たちが若い頃に訪れた思い出の温泉地へも再訪問。そして全く知らなかったうまいお蕎麦屋さんを家内が発見する幸運も。本日は自然豊かで魅力満載の兵庫県北部を1泊2日キャンピングカー車中泊旅、よろしくお願いします。今日は珍しくお昼間ですねいつも夜中に出発ばっかりするんですけど、今日は朝から出発してきました。ここは道の駅8日、兵庫県ですね。兵庫県北部ですね。で、今回の旅は久しぶりに兵庫県を回りたいなと思います。兵庫県久しぶりですよね。本当に1年神鍋の大雪の時以来かな。なので1年ちょっとぶりぐらいなんですけども、兵庫県の瀬戸内海側と日本海側があるんですけど、私たちは普段瀬戸内海側の方に住んでるんですけど、日本海側の方なんか日本海側ばっかり行くね。なんかねなんなんでしょうね。兵庫県の瀬戸内海側っていうのは町が大きな町がね多いんですけども、日本海側はそれに比べては少し小さな町が多いと思うんですけど、私たちはそういうところの方が好きですね。はい、なのでそういうところで何かいいものが見つからないかなと、また再発見ができないかなと思って、今回は兵庫県の旅をしたいと思います。それでは今回もよろしくお願いします。バイバイなってるまだこれからですよこれからです。はい、じゃあ始まります思ったより道大丈夫だね。大丈夫だな。なんかめっちゃ狭い道に入るかなと思って。案外お蕎麦屋さんなんかあれここ入るのってとこ多かったりするから、ここら辺だけど一回ちょっと止めて見に行った方がいいな、これは。その方がいいね。これはちょっと一旦ちょっと止めて、ちょっと最近は慎重になって慎重に行きましょうちょっと待ってて。あ、行ってきてくれる？めっちゃ走っていったのいけるのか、どっちやら呼んでくれたらいいのにめっちゃ走ってんななんかそのまま走り去りそうね。はい、どうでした？そこすぐ左手だったけど、駐車場あった？駐車場あった。あ、行けそう。なんかすぐ左折れてすぐ右手が駐車場。なんか木とかが生い茂ってるとかなかった？ギリギリなんか入れそうだけど、左のね、ギリギリ入れそう。屋根がちょっと出てるけど、でも行けなさそうな感じじゃなかった。ほんなら行ってみようか。母ちゃん、はい、お蕎麦屋さんに着きましたね。はい、なんか結構ね、雰囲気のいいこの周りがですね、雰囲気のいいところですね。いい感じですね。で、駐車場もね、最初道が狭かったんでちょっと大丈夫かなと思ったんですけど、全然大丈夫でした。はい、最近本当にギリギリでもギリギリのところばっかりだったんで大丈夫でした。じゃあ行きましょう。楽しみ。なんかキャンピング、カーに乗り出して、なんかお蕎麦屋さんに行く機会が増えたんで、そうね、なんか楽しみになった。そう、いろんなところのお蕎麦って全然味が違うよね。違うしね、こだわりが違うし。これやろ、なんか雰囲気がめっちゃいいね。本当だね。なんかいいですね、雰囲気が。かっこいい。じゃあちょっとお蕎麦、楽しみに行きましょう。先走っとってこうやで走るああ、いいね。ああ、いい感じ。ああ、めっちゃいい感じやな。ああ、いいとこやな。いいね。なんかいいとこ見つけたね。やったー。ほんとほんと。ちょっとなんかすごいあれでしたね。なんか新発見なおちょっと新発見。蕎麦屋さんでしたね。そんな近くはないけど近くはないけど3時間ぐらいかかりますけど
でもすごい雰囲気がねよくて、ちょっと春っぽく天気もねなってきましたね。ああ美味しかった。美味しかったですね、本当美味しかった。よかったです、大成功。本当かいちゃんが見つけましたね。いいところ。よかったね、にゃんちゃん待ってます。めっちゃ待ってます。母ちゃん、はい、ここは神鍋高原、神鍋公園、道の駅神鍋高原に来ました。前にねここに来た時はすっごい雪の時だったんですけど、こんなんやねんな。あね、なんか雪なかったら雪なかったら普通やな。なんかね、印象がやっぱ違いますね。でここでねパンが売ってると思うんで、前はねこの道の駅で温泉に行こうと思って車中泊をさせていただいたんですけど、その時は定休ってなったけどなりました。でね、ここでパンをね買いたいと思います。多分空いてると思います。じゃあ行ってきます。お米と、ささみ、高校生の方が作ったささみ。ここはね、前は高校生の方が作ったお魚干物があったのかな、それが美味しかったよね。なので今回はちょっとお魚売ってなかったんでささみを買いました。であとはパン買いました。じゃあ湯村温泉に向かって出発しましょう。これやな、降りた。これだった。結構なんか入りが狭いから、狭いし急だからなんか。あー確かに行けるな、全然。上から見たらめっちゃ細く見えた。だね。これだから。これ？あ、これか。ほんまやな。湯村温泉の薬師の湯、着きました。で、ここの駐車場に止めて少し温泉街をなぎと歩いてこようかなと思います。で、その後に薬師の湯に入ろうかなと思います。じゃあ行ってきます。かんちゃん、湯村温泉は2回目かな。そうですね。なんか若い彼氏頃に来ましたね。だいぶ若かったような気がする。ああ、だいぶ若かったかな。だいぶ若かった。同じ兵庫県でもね、なんか全然違うね。そうそう。全然知らないところがいっぱい。ね、あれ行ったことありますね。行ったことね、あります。あそこで野菜、そうそうそう。あ、地元のそうそう。お母さんがなんか野菜食べって言ってくれて、そうほうれん草茹でてくれてすごい美味しかった覚えてます。これ熱い危険って書いてる。冷た冷たい。どれが熱いの？向こうが熱いのだ。違うやろ。そうか。冷たい。めっちゃ期待したの。全然強かった。冷たかった普通に。まああったかいかな。そんななんか暑いって感じじゃない。そんな暑くはないしね。なぎはですね、この一本のリードだとってなるので、まず長いのをここにかけて、で3点で支えてます。でこうしたらね、結構首の方の方向が多分分かりやすいみたいなんで、そんなこうビシッて引っ張るわけじゃないんですけど、まあこれでナギのね、ショートリードが苦手なので、でもこれだったら結構蹴るようになりました。で、まあすぐね、ちょっと調子よくなったら取るって感じです。こんな感じで。で、ちょっとナギが不安そうだったら、こうやって。じゃあ今からですね、この薬師の湯に入りたいと思います。じゃあ入ってきます。
かちゃん、はい。いいお湯でしたね。いいお湯でした。出た。いいお湯でしたね、はい、本当に。温まってました。かちゃん貸し切り？貸し切りですね。ああ、すごいな。やっぱりね、男性はいつも混んでますよね。どこのお風呂行っても混んでるなと思いますね。女性はなんかどこ行ってもなんですかね、やっぱり。意外と男性が温泉好きな人が多い。温泉ね、男性の方は温泉好きですよね。じゃあこれからですね、そうそうそう、でシャワーの圧力ちょっと弱かったね。でもね、温度はねめっちゃ高かった、めっちゃ暑かったんですけど、だから暑いのがちょろちょろってくるんで、ちょっとね難しかったですいろいろね。じゃあこれからですね、浜坂の道の駅、道の駅は浜坂の里っていうのかな、浜坂にある道の駅へ行こうと思います。はい、じゃあ行ってきます。今湯村温泉を出発しました。でこれから夜ご飯の買い物をするためにスーパーマーケットをどこかで探していきたいなと思ってます。でその後ですね、道の駅浜坂の里に行って今夜は車中泊をさせていただきたいと思ってます。はい、じゃあ行ってきます。道の駅浜坂のすぐそばにありました。ここで買い物したいと思います。ちゃん、このお米は無洗米やね。あ、山形で買ったやつね。何合する？2合ぐらい。多めに。多め言うても3合までしか炊かれへんで。あ、そうか。じゃあもう3合までね。はい。ただ思われてんで。3合食べんのかって。でも今日ほら朝昼兼用だったし。ね。今日これはホタルイカと新玉と、スナップエンドウ、ちょっとお安いの買ったんで、スーパーでね、ちょっとパリッといかない。スーパーすごかったね。でもエビまとめてね、そうなんですよ。であとカニがなんかびっくりする値段やったね。生きてましたね。けどカニはね、ちょっとカニは食べれないんですよね。残念。家内は食べれるんですけど、私がちょっと甲殻類アレルギーで、カニはもう一撃でやられちゃうんで、なのでエビはねちょっとまだいけたりするんですけど、そうね、カニはダメなんですよね。なのでエビは買ったんですけど、ぜひちょっとエビ見せたいです。エビ見て、ちょっと待ってね。エビ見せたいですって言ってトイレを開けるっていう、なぜだろう。じゃーん。おー、ちょっと暗いです。もうちょっと暗いです。はい、それぐらいで。いい感じ。エビちゃんです。うわー、すげえ。これで
1580円って安いよな、はい、まあちょっとねこの訳ありっていうのを買ったんですよ。まあうち大体訳あり買うんですけどもうそんな綺麗ないらないんで。訳ありです、すみませんこっちねこっちね訳ありですまあまあ訳あるよななんでやねんでこれすげえよな。大きい、うん、これはいいと思います。だいぶいい出汁でそう、ね、いい出汁でそうやな、本当にこれはいいですね。楽しみ。ね、じゃあ何の時間？ご飯何やそれ、ご飯の時間だはい、じゃあもらってください。よいしょ、オープン。よいしょ、ダンス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 決めの顔までしちゃってるはい、上手。待て。よし。めっちゃ狭いってなってねなんかめっちゃ狭そうに食べてますねちょっとね、じゃあもうちょっと向こうやったら、はい、大丈夫ですか？ちょっと匂いがやっぱこもってるかな。そっか。前回の旅でねこの FF ヒーターが故障して大変なことになったんですけども、前回の動画の最後でもお伝えしましたけど無事に治ってます。今これを押すとちゃんとついて、で今つきました。でこれを少し27度ぐらいでいいかな。前回の旅で大変なことになりましたね、FF ヒーターが潰れてねでニューアイテム導入しました。はい、じゃーん。これはカセットボンベでつくヒーターですね。すごくね小さいんですけども、でもまああんまり大きいのをね持っとけないっていう車内に置いとけないっていうのもあるんで、まあこれぐらい一人用ですけどもこのヒーターを買いました。もし FF ヒーターが潰れたりとか、まあもう潰れてほしくないんですけど前みたいにね急に潰れて、でそれで帰れなくなっちゃって高速道路が通行止めとかになって、でああいう時に、まあ、FF ヒーターがずっと使えてればいいんですけど、やっぱり前回みたいなことが起こった時に暖を取る方法っていうものが電気以外にないっていうのはやっぱちょっと困るなと思って、ちょっと不安になりましたね。なりましたね本当に。なので、まあ、小さいんですけどもすごいあったかいわけではないんですけど、やっぱり室内が徐々にね温まるんじゃないかなと思って、まあ、サーキュレーターとかもありますから上に上がってくる熱気をこうサーキュレーターで回したりとかもできると思うんで室内に。でこれをね買いました。多分カセットコンロで3時間ぐらいは持つと思うんですね。だから3本あったら9時間でしょ、なんとかしのげるっていう感じかなまあこれがあればねちょっと違うかな。なぎちゃんまた眠たいな。あなた父ちゃんが話したらいつも眠たいってねコメントでもね書かれてたよ。またなぎくんが眠たそうだ父ちゃんの話は眠たいとわーたくさんたくさんやな
あなたの指示ですけど。ご飯って美味しそうによな。指一本ピッてするだけでありがたい。前な普段鉄の鍋ご飯のな炊くやつで炊いてるけど、強火弱火とかでずっとついておかなあかんな、あれな。大変やねんな。10分。今日はお刺身と、でこれがですね、何これは何の照り焼きって言えばいいの？本日の春の寄せ集め照り焼きです。なんか名前ネーミングがなホタルイカと、でスナップエンドウと新玉ねぎ、なので春の寄せ集め焼きこれはさっきご紹介した赤エビですね。これを一つだけ、一つというか一匹ずつですね焼いて、でお味噌汁にしました。でこれぐらいだったら私も問題なく食べれると思います。でもこのように生になってくるともうこれは多分問題が出てくると思うのでやめておきます。これは家内のですね。はい。ただいまの時刻は8時10分です。でここは道の駅浜坂の里ですね。兵庫県です。兵庫県っていうとね、私たちは兵庫県民なのでちょっとやっぱりなんか落ち着くよね。なんか普段の旅とやっぱちょっと違う感じするわ。そこまでこう、気負わなくていいというか、まあそう荷物もねちょっと少なめでね、また足りなくてもなんとかなるかみたいな。まあ帰ろうと思ったらなんかすぐ帰れるなみたいな雰囲気があるんですよね。まあすぐ帰れるっていうわけではないねんけどな、結構遠いよね。3時間ぐらいはかかるもんね。遠いんだけど、でもやっぱりね、なんかもう走っても走ってもつかないっていう感じでもないからね。で外気温なんですけど2.6 度ですね。マイナス 2.6 度って言いそうになったなんか癖で2.6 度ですね。2.6 度なので、まあ春を迎える3月らしい気温かなと思います。はい、じゃあご飯いただきましょう。いただきます。乾杯。うわー、よだれる。なんかさ、これ旅来るたんびに毎回わさび新品開けてる気がするんだけど、前も新品開けたんちゃうかな。新品開けて家でもうなくなっちゃうからすぐに。そうやな。ちょびっとずつ使いなさいって言われてるんです。また忘れてません。ドバって出してちょびっとずつ使いなさい。いつも言われてるのにすぐなんかドバッと出して余らして、なんで余らせるのっていうですよね。そう思いますね。はい、いただきます。ちょっとお味噌汁いただこう。かーちゃん、コーヒーできました。かーちゃん、はい、これは道の駅、神鍋高原の方から、これがなんかおすすめやね、多分。なんちゃんにおすすめしてないよ。じゃあいただきましょうか。いただいてばっかり。で、ベタなあんパンから食べる。なんせあんパンが好き。あんパン美味しいよね。粒あんが好き。これちょっとなんかちょっと固めのハード系が好き。ああ、そうやな。なんか硬いの好きやな。顎強いんやな。そっち？ママ結構ちっちゃい顎してんのに顎強い。俺大きい顎してんのに顎すぐしんどい。硬いね。
姉ちゃんで見てて、ちょっと食べるから見てて。それ見ててってもうめちゃくちゃなってんで。なんダメよそれ。美味しい。なんか美味しい。あ、好きだわ。この硬いのとちょっとドライフルーツが。あ、ほんまやな。ね、クリームチーズやな。美味しいよ。美味しい。まあこんなね、夜に寝る前にこんな食べてね。で、前回も結構コメントいただいて、食べますよねって体を動かす仕事だからとかって言っていただいてたんですね、コメントでね。コメントでいただいてたんですね、そういうの。けどね、最近やっぱりね、年齢やな、なんか体重コントロールがめちゃ難しくなった気がするわ。そうそう。家内もそうこの人まあね、家内はもともと細い線が細い人なんですけど、筋肉はすごいんですけどね、線が細い人なんですけど、やっぱりなんかパッと倍ぐらいになりはったよね。なんかもっとなんか初めでここに来た時、半分やったなと思って。ここに来たっていうのは湯村温泉に若い時に来たんですよ、2人で。その時は半分ぐらいだったって家内が自分でその時言ってたんですけどね。でもまあ確かにね、出会った時はね、めちゃめちゃ細いというか、細いだけっていうわけじゃないんですけど、なんか線が細い人だなっていうのはね、思った印象があったんです。まあ背もまあ高いね、家内は。まだ最近高いって言わないのかな。167ぐらいって言ったらね、約8ぐらい。8とかあんのか、168とかあんの。7やね。分かれへん。なんか分かれへん。そうそう、ヒール履いたら高くなる。そう、まあダンス踊る時とかヒールを履くんで、170とか全然23とかになるんですけどね。まあ線の細い人だったんですけど、まあ自分も線が細かったな、もっと。けどやっぱりね、年とともにね、なんか倍化してくるもんだなと思って、自分も倍ぐらいになったよな、体がなんか全体的になんか広がった感じするわ。なんかもっともっちりしてた感じ。そうやね。なんかプルプルな感じだ。なんかやつれちゃいました。ほんなら倍化していい。ほんなら先生は倍化してないと思う。先生言うな。先生言うな。ちょっと場面がちょっと分からへんくなってきた。まあダンスの一応ちょっと私は先生をずっとしてるので、生徒さんたちからはそういう風に呼んでいただいてますけど。いやでも私は間違いなく、もうこのキャンピング来るようになってから帽子かぶるようになりました。そしたら帽子が入らなくなってて、だんだん浮いてくる。若い時はね、すごい顔がちっちゃかったんですよ。で、顔ちっちゃい人だなと思ってたんですよ。最近まあ普通ですよね。ちょっと動いたらコキとか言うし。そうだね。でもなんか本当ね、体重のコントロールで難しくなってきましたね。もう結構すぐコントロールできたんやけどな。まあでも言ってもな、昔みたいに動いてないからしょうがないよね。まあね、ちょっと緩んだらなんかなかなかなくならない。そうですね、本当に。なんですかね。なんかもう本当このあともう来年の今ぐらいってね、2人ともどうなってるのかな。なんかこれ食べて、食べの変わんなくって2人でこう倍化してんのかな。やってたら、皆さんにそれはなるわねって言われるだろうなと思ってますけどね。この食べるのはやめられないですね。楽しみの一つなんでね。なんとか頑張って来年もなんとかこのギリギリの体型をキープしたいと思います。じゃあコーヒー飲んで寝ましょう。おにゃんちゃんも全部飲みました。ちょっと喉乾いてる。なやちゃんおいで。はい。
じゃあかんちゃんコーヒー飲んでね、もう寝ましょうね。はーい。これあげる？いや、それでまた大変なことになってきたぞ。それとね、これだった？これあ、これか。取れへんパーツを力ずくで潰さんといて。危なかったね。危なかったよ今のこれ力ずくで。これ取りそうになったの。すごいな。母ちゃんって取りそうやから。F ヒーターがボタンを押したらちゃんとついて消えてて嬉しいわ。本当にありがたいね。一回ちょっとなんか不都合が出ると不な。都合出ると使えなかったことがね、かなりちょっと。そうそう。ただいまの時刻は11時36分です。ゆっくりしました。だいぶゆっくりしました。外気温なんですけども、外気温は 1.8 度ですね。やっぱりね、氷点下じゃなかったらなんかね、ほっとしますね。実際ね、キャンピングカーの断熱もしっかりしてるんで、やっぱりね、なんか中はね、やっぱり車内はね、あったかいですね。まあでも前回ね、ちょっと失敗したんでいろいろ、今回はね、もし何かあっても大丈夫なように暖房器具をね、また新たに買い足したんですけども、まあね、出番がないことがやっぱり一番いいですね。明日はですね、浜坂の、漁港にあるのかな、市場みたいなところが多分あると思うんですよ。そこでね、ご飯を食べたりできると思うんですけど、そちらの方に行ってね、お昼ご飯を食べたいなと思ってます。魚尽くしができればいいなと思ってます。はい、じゃあね、寝たいと思います。本日もありがとうございました。おやすみなさい。おはようございます。今道の駅浜坂の里を出ました。でこれからですね、漁港の方に向かって、でそこにある水産市場かな、市場かな、食堂かなかわからないけど、多分水産市場にある食事どころがあるみたいで、昨日お蕎麦屋さんに行った時にその水産市場が美味しいよっていう風にね紹介いただいたので、なのでそこへ行ってみようと思います。でそこはね、朝早くから多分やってるのかな。今8時過ぎなんですけど、もう空いてるみたいなんで行ってみようと思います。じゃあここからもう2キロぐらいなんですぐ着くと思います。じゃあ行ってきます。公園が見つかったんで、ここでナギの運動します。ちょっと運動不足なんで、旅来るとなんかね、雪がなかったら
結構運動できる場所ってあるんですけど、雪がある時ってどこがね走っていい場所っていうか、どこでね運動できるかっていうのがねなかなかわからないんで、やっぱりねこういう雪がないと運動はしやすいですね。はいよ。はい、なぎ戻って、はい、お座りして、お座り、待てよ。今この長い30メートルのロングリードに変えたんで、これからナギを走らせたいと思います。おお。母ちゃん、はい。ここは穴見海岸。おはようございますってしたのかな。おはようございます。したかな、したような気がしますね。ここは穴見海岸ですね。景色はこんな感じです。はい。で今は海鮮市場のレストランが開くのを待ってます。11時からだったんで、ちょっとね早く着きすぎちゃったんで、凪の運動してから浜坂の海岸線をちょっと走ってます。で今ねちょうどこんな感じで景色が綺麗なところがあったんで寄ってみました。もうそろそろ海鮮市場のレストランが開くと思うんで戻りたいと思います。得した顔になったね。最近な、はい、ありがとう。どこでもついていきたいのな。お留守番でき。お留守番苦手やな。何それ。今お昼ご飯を食べて水産市場を出発しました。美味しかったですね。美味しかったです。めっちゃ豪華やったな。いやー、もうめちゃめちゃお値段お安くて、なんかねちょっとねびっくりするぐらい安かったです。まあただねそれは数量限定の日替わりランチやでな、でそれがね安かったんですよね。でもうやっぱりびっくりするぐらいなで美味しかったよな。本当になんか量が多いっていうだけじゃなくて種類が多い感じやったね。美味しかった。お刺身とかせいろ焼きみたいなね、エビとかホタテとか入ってるし、で煮魚もあってね、茶碗蒸しもついて、でお惣菜みたいなのもねいろいろついて、ね、でなんか日によって日替わりだからすごい饒舌やね。おかんと食べる美味しいもんだけ食べ物だけびっくりするわ。お肉がついてる。引くわな。美味しかったもんね、にゃんちゃん。美味しかった、ね、本当に。また来ようね。スノーシューズですね。前回大変なことになったのでスノーシューズ買いました。新しいの。これだったら滑らないんじゃないかなと思ってます。でこの試し履きがしたかったんでわざわざ雪のあるところまで来ました。じゃあこれ履き替えます。母ちゃん、はい。綺麗でしょ。綺麗です。ね。綺麗な景色で、ね、結構お気に入りの場所なんですね。
こっちも山すごい。ね、こっちも山が綺麗で。すごい。こんな真っ白な世界、ちょっとさっきとは別世界。ね、雪のない時とね、雪のある時とは全然景色が違いますよね。まあ、この先ずっとね、林道があって、それを登ったことがあるんですけど、またその先から見る景色もね、絶景でした。車で登るのとね、歩いて登るのとはまた全然違いますよね。なんかちょっとしか進めないんですけど、なんかそれにね価値があるっていうのは分かるような気がします。はい、いやーいいですね。なんていうのかな、あれスノーシューっていうのかな、かんじきよりもちょっと大きめのやつだと思うんですけど、それで歩いた跡がずっとありますね。これ今朝歩いて上がっていった人の足やろうな。でもこんな大きい足で歩くの大変だね。大変やけど、やっぱりね、埋もれていくんですよ、普通の靴だったらね。こうやってこれをね上げていくよりも、私もかんじきを履いて上がっていったんですけど、やっぱり全然楽ですね。まあ楽ではないんですけど、この埋もれるよりは歩きやすいですね。なるほど。いいんですよね、こういうの。現役引退したらさ、現役も引退してんだけどさダンスのお仕事辞めたらさ、こういうので運動がてらにねちょっと思い出す、ぜいぜい言ってた頃。なぎとね3人でこういうのしたいね、またいい感じですね。ちょっとこの景色が見たくて上がってきました。すごいいい景色。